この車は1960年頃にドイツで製造されたクラシックカーです。良い状態にするには、色々と微調整する必要がある難しい車だと思います。近代の車では、考えられないような微調整する仕組みがあちこちにたくさん仕込まれています。今回の動画では、シフトレバーのシフトゲート位置がずれてくる現象の原因と調整の方法を紹介します。半世紀も前から、メルセデスはジグザグゲートをオートマティック車に採用しています。このゲートは、誤操作防止のための非常に良い設計だと思います。しかし、シフトレバーの変速位置とゲートの位置にわずかでもズレがあると、使いにくいシフトになってしまいます。4と書いてある位置がドライブの位置に相当します。ドライブにシフトした時にわずかに下側にレバーの位置がずれてしまっています。0はニュートラルに相当します。ニュートラルにした時にもレバーの位置が下にずれています。ドライブからニュートラルにした時にゲートに当たり引っかかるので少し右にレバーを動かして下げないとニュートラルに入らない時があります。さらにニュートラルからリバースに入れる時にも同じ問題が起きています。ジグザグゲートでなければ気にならないような3ミリくらいのレバー位置のズレです。シフトゲートの位置を3ミリ下にずらせば簡単に解消できると思いますよね。しかし、シフトゲートの固定用の穴はボルトにぴったりのサイズでシフトゲート側で調節できる余地は皆無です。この穴を縦長にしてくれていたら、調整しやすいのですが、この車では、シフトレバーの位置のズレを調整するために、シフトリンケージの長さを調整することができます。その作業をするために、シフトゲートを取り外し、トランスミッション側のリンクロッドを切り離していきます。でも、なぜ、レバーの位置がずれてくるのか。それは、トランスミッションマウントが潰れてきて、トランスミッションの高さが下がるためです。これにより、シフトリンケージのトランスミッション側とシフトレバー側の位置関係が非常にわずかですが変化し、シフトレバーがずれてしまいます。トランスミッション側のリンクを切り離しました。この丸い樹脂製のリンクブッシュが劣化してきて、自然に外れてしまうことがよくあります。そうなると、車は変速できなくなります。こんな小さな部品が劣化しただけで不動車になってしまうのです。トランスミッションマウントが劣化していると、エンジン振動が強くなり、シフトレバーも振動して、このブッシュへの負担が大きくなります。この場合、4年持たない場合もありました。私は、10年間に2回もこの部品の破損を経験しています。シフトリンケージロッドのシフトレバーよりに長さを調整する部品があります。タイロッドの長さ調整と似たような構造をしています。今回は1回展開して長く調整します。長くすることで、シフトレバーは前側にずれます。1回転で1ミリくらい長くなります。本当にミリ単位の調整です。シフトリンケージブッシュの状態は良かったですが、前回交換してから4年経っているために、ついでなので、念のために交換しておきました。ブッシュをロッドの穴に入れるときには向きが重要です。リンクの突起が入ってくる側をブッシュの穴の小さい方にします。ブッシュをロッドの穴に入れるときには、ボルトを組み合わせて、締め上げながら穴に入れていきます。かなりブッシュを変形させながら無理やり入れていく感じになります。ブッシュにはシリコングリスを塗って、できるだけ滑らかに入るようにします。私はボルトとワッシャーをこういう組み合わせで、ブッシュをロッドの穴に入れ込んでいます。指の力だけで入れ込むのは、絶対に無理だと思います。ペンチを使うのも、ブッシュを傷めてしまいそうなので、避けた方が良いと思います。突起が入ってくる側に、ブッシュの穴の小さい側になるようになっています。これを逆にしても、組み立てられてしまいますので、要注意です。逆にすると、はめ込みが緩いので、リンケージが外れやすくなり非常に危険です。正しい向きで、
小さな穴側から突起を入れ込むのは結構大変です。入れ込むときに、リンクブッシュをしっかり保持しておかないと、リンクブッシュが突起に押し出されて穴から脱落してしまいます。シフトリンケージとシフトゲートを車両に組み立てました。シフトロッドが、シフトゲートの適正な位置にあるときにギアチェンジしているのを確認しています。うまくいったようなので、エンジンを始動して点検していきます。ジグザグゲートなので、ロッドが当たる場所で、きちんとギアチェンジしていると、とても気持ちが良いです。シフトロッドのシフトゲート位置は、うまく調整できました。この作業をするためには、運転席と助手席の内装のカーペットをめくり上げて外す必要があります。特に運転席の足元は狭いので、これは面倒な作業です。メルセデスは内装にも昔からこだわりがありますね。この車の内装も明るいベージュでとても綺麗ですから、汚さないように注意しなければなりません。シフトリンケージブッシュの取り外しは、車体をジャッキアップしてトランスミッションの下側で作業します。シフトレバー位置を仮組みして調整するときには、室内側と車両下側の2人でやった方がやりやすいです。この車が製造された頃は、他の車にはないような高い品質感を、ハンドメイドによる微調整により実現しているように感じます。うまく調整できると、現代の車では味わえないような気持ちよいシフトノブの操作感が楽しめます。以上、今回のニャンガレージの動画はメルセデス W113 のシフトノブ位置のズレの調整方法についての動画でした。私のチャンネルでは、細かい W113 や W201 の修理についてたくさん取り上げています。興味があればご覧になってみてください。ご視聴ありがとうございました。